海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日はこのチャンネルで AI に絵を描かせた第三者の検証記事を採点、見た目、値段の3つの軸で比較して読み解く回です。トライ AI という検証サイトが4つの AI モデルに全く同じ色鉛筆セットを渡して同じ絵を描かせました。それで結果はどうだったの？数字で言います。描いた絵が元の絵にどれだけ似ているかを機械的に採点するスコアでは、ジェミニ 3.6、フラッシュが2枚とも1位でした。でもトライ AI 自身の目視評価だと、元の絵に一番近いのは GPT-5.6、ソルです。あれ、採点1位と見た目で一番近いのが別の AI なんだ。しかもそのソルにかかった費用は7ドル74セント、一番お金がかかったクロード、フェーブル5は160ドル58セント、約20倍の差です。採点1位と見た目1位が別々で、しかも一番安いモデルが一番近いって評価される。これマジ？全部見せて。そもそも AI に絵を描かせるってどうやったの？トライ AI という AI モデルの比較サイトが作ったのがキャンバスアリーナという検証の仕組みです。名前の通り AI に真っ白なキャンバスと色鉛筆のセットだけを渡します。色鉛筆？ AI ってもっとバーンと一瞬で画像を作るイメージだけど。トライ AI が今回渡したのは目で見て考えるタイプの言語モデル自身です。普段のような指示一発で瞬時に絵が出てくる画像生成 AI とは仕組みが違います。使える道具は色を選ぶ、筆の太さと圧力を選ぶ、線や図形をまとめて描く、ぼかす、消す、そして自分の絵を見返して元の絵とどれだけ似ているか採点してもらうという一通りだけです。塗りつぶしの道具はありません。本物の色鉛筆と同じで、色や濃さは線を重ねて作るしかない構造です。地味に面倒そう。それを今回誰にやらせたの？ GPT-5.6、ソル、クロード、フェーブル、5、グロック、4.5、ジェミニ、3.6、フラッシュの4つです。全部、じっくり考える設定を揃えた上で挑戦しています。お題は何を描かせたの？トライ AI が用意したのは、採点できる名画を2枚、モナリザとゴッホのスターリーナイト、それに加えて、点数はつかない自由なお題を5つ、年老いた漁師の顔や、丸まって眠る虎猫などです。1モデルにつき7枚、4モデルで合計28枚です。映画の方はどうやって上手さを測るの？機械が自動で採点するの？トライ AI の検証記事によりますと、元の絵と AI が描いた絵を両方 256×256 にスクショして構造的にどれだけ似ているかを機械的に採点する SSIM という指標を使っています。0から1の数字で1に近いほど元の絵の構造に近いという意味です。ただ、これは明暗やコントラスト、輪郭の並びを測る定規のようなもので、顔として自然に見えるか、筆致が元絵らしく美しく見えるかを直接採点する指標ではありません。これさっき言ってたやつだ。ジェミニがどっちも1。トライ AI 自身もこの記事でこう書いています。ジェミニ 3.6、フラッシュの得点はモナリザでもスターリーナイトでも4つの中で最高だった。でも、見た目が元の絵に一番近いわけではない。この数字がこんなに高く出たのはかなり興味深い。構造で点を取るのと見た目が美しいのはまた別の話ってことなんだね。この後の章で値段の差や癖の違いも含めて順番に見ていきます。さっき一番近いのはソルって言ってたけど、実際いくら違うの？トライ AI の検証記事による7枚の合計平均の数字です。一番安いのは GPT-5.6、ソルの7ドル74セント、一番高いのはクロード、フェーブル5の160ドル58セントで、かかった時間も4つの中で一番長いです。待って、クロード、フェーブル5だけ桁が違わない？同じ7枚のレシートなのに片方だけ桁が増えてる。他の3つのおよそ20倍です。しかも SSIM スコアだと、クロード、フェーブル5はモナリザで 0.286、4つ中3位。スターリーナイトでは 0.153 で、これはソルの 0.130 より高い、4つ中2位のスコアです。20倍払ってソルに勝ててる場面もあれば負けてる場面もあるってこと？トライ AI 自身の評価はこうです。GPT-5.6、ソルが圧倒的な C だった。そしてクロード、フェーブル5については品質では2位につけたが、コストと時間では最も遠い側にいた。他の3つのおよそ20倍という時間もお金もかかる割にソルに追いつけていない出来には一番魅力を感じない組み合わせだったと評しています。じゃあ
値段の高さがそのまま結果に出るとは限らないんだ。少なくとも色鉛筆で絵を描くという今回の課題ではそういう結果でした。ステップ数とか手数もモデルごとにだいぶ違ったよね。あれは何をしてたの？同じ道具を渡されたはずなのに使い方の癖がくっきり分かれました。まず GPT5.6 ソルは色や筆の太さ、圧力を単独で設定する呼び出しを一度もしていません。描く命令のたびにその場で色や太さを一緒に指定していました。だから呼び出しのほとんどが実際に描くか見返すかのどちらかだけです。無駄がないんだね。逆の極端はブロック 4.5 です。全部で1349回あったツールの呼び出しのうち 65% が色、筆、圧力の設定変更でした。さっきの平均99ステップという多さは実際に描く呼び出しよりも設定変更の呼び出しの方が多かったからなんです。クロード、フェーブル、ゴトジェミニ、3.6、フラッシュはクロード、フェーブル、5はぼかしの操作を合計123回使っていて、しかも自分の絵を見返す回数がとても多いモデルでした。モナリザ1枚だけで27回自分の絵を見返しています。ジェミニ 3.6 フラッシュはさらに徹底していて、1枚あたり平均およそ23回自分の絵を見返していました。これは全体の呼び出し回数のおよそ3割に当たります。そんなに何度も見返してるのに、さっきのスターリーナイトのスコアは 0.172 で、しかも一番高かった時より下がって終わってるんだよね。何度も見返した方が最後は一番良くなりそうですよね。でもモナリザとスターリーナイト4モデル合計8件のうち最後の状態が自分の自己ベストだった例は0件でした。トライ AI の検証記事によりますと、今回はモナリザとスターリーナイト4モデル合計8件の全てで最終的なスコアが途中のピークを下回っていました。考えられる理由の一つは細部を良くしようとする追加の一手がすでに整っていた絵全体の構図や明暗のバランスを崩してしまうことです。スコアが一番大きく下がったのはどのモデル？ジェミニ 3.6 フラッシュのモナリザです。挑戦の途中で 0.449 という4つの中でも飛び抜けて高いピークまで上がっていたのに、そこからさらに描き足して最終的には 0.337 まで下がって終わっています。一番頻繁に自己レビューしていたジェミニ 3.6 フラッシュが一番大きく下がったモデルでもありました。トライ AI 自身の言葉だと、モデルたちは自分自身の最高到達点を通り過ぎてまで編集を続けていたということです。何度も見返してるのに一番いい状態で止まれてないんだ。少なくとも今回の発見はそういう傾向でした。一方でブロック 4.5 はちょっと違うパターンです。スコアはモナリザで 0.151、スターリーナイトでは 0.039、4つの中でどちらも最下位でした。ただしピークと最終スコアの差はほぼありません。設定変更に呼び出しの多くを使っていたブロック 4.5 なので SSIM の推移だけを見ると強いピークを一度も作れなかったという言い方が近いです。直す前にそもそも高い状態に行けてなかったんだ。AI 自身の評価は手厳しいです。ブロック 4.5 はこの課題ではほぼ使い物にならなかった。今の時点でこのモデルに視覚的な出力を安定して理解したり判断したりする役目を任せる自信はないと書いています。これはこの課題に限定したトライ AI の主観的な評価で、4つとも同じ条件、同じ道具で試した上での感想という点も付け加えておきます。発表された順位やスコアだけを見て終わらせず、中身まで確かめる。それが今日の話の一番の教訓だと思います。数字だけじゃ見えないさ。今日はしっかり見えたよね。次はどの AI の検証記事を読み解こうか。一緒に考えたい人は登録して待っててほしいのだ。ここまでの数字、一つ大事な注意点があります。トライ AI 自身がこの記事でこう書いています。これらは意図的に答えのない曖昧な課題だ。モデルの能力を測る客観的なテストではない。じゃあこれって順位をつけるための厳密なテストじゃないんだ。そうです。楽しくてコストや品質のトレードオフが見えるから実施しているという位置づけです。もう一つ注意点があります。ジェミニ 3.6 フラッシュは名前の通り軽量、低コスト向けのモデルで、他の3つのような最上位モデルとはそもそも土俵が違います。トライ AI 自身もフラッシュモデルと他の最上位モデルを比べるのは少し不公平だと書いています。なるほど、ジェミニだけ身軽な方の選手だったんだ。その前提を踏まえた上で、それでもトライ AI が出した結論は GPT5.6 ソルが圧倒的な首位だったでした。一番安くて手数も一番少なくて見た目でも一番評価が高い。今回の課題に関しては値段の高さが出来の良さに直結しませんでした。じゃあ
お金を払う時に見るべきなのは値段でもこの手のスコアだけでもない？少なくとも今回はトライ AI 自身も採点スコアに加えて実際の見た目まで確認していたから見えてきた話でした。しかもこの仕組み自体、トライ AI がキャンバスアリーナという名前でオープンソース公開しています。好きな画像やお題を渡せば誰でも同じ検証を自分の手元で再現できます。発表された数字を鵜呑みにしないで自分でも試せるんだ。それいいね。コストと性能のギャップって言えば、オープンソースの AI とクローズドの AI を実際のレポートの数字で比べた回もあるので、気になったら覗いてみてください。あれも面白かったよね。今日のまとめです。トライ AI の検証記事によりますと、GPT5.6、ソル、クロード、フェーブル、5、グロック、4.5、ジェミニ、3.6、フラッシュの4つに同じ色鉛筆セットで28枚の絵を描かせたところ、元の絵にどれだけ似ているかを機械的に測るスコアで最高だったのはジェミニ、3.6、フラッシュでした。でもトライ AI 自身の目視評価で一番元の絵に近いとされたのは、一番安くて手数も一番少なかった GPT5.6、ソルです。クロード、フェーブル、5は他の3つのおよそ20倍のコストをかけたのに、ソルには追いつけていなかったよね。グロック、4.5 は逆に手数の多くを道具の設定変更に使っていて、採点対象の2枚ではどちらもスコアが最下位だった。そして4つとも共通していたのが、途中の一番いい状態からさらに描き続けて、最終的にはそこから下がって終わっていたこと。トライ AI 自身が客観的な能力テストではないと明言している検証ですが、値段の高さと出来の良さが必ずしも一致しないという結果は、それでも見ておく価値があります。今日はトライ AI が AI に絵を描かせた検証記事を読み解いて、値段と見た目とスコアがどうねじれるかを見てきたよ。新しい検証記事が出たら、また実際の中身まで読み解きに行きますね。ミントでした。次はどの AI の検証を取り上げてほしいかコメントで教えてね。